はいどうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は量子化の実測会にいただいたあるコメントから始めます。感覚値でしかないのですが、980でも劣化を感じてしまう時があります。気のせいなのかもしれません。コメントありがとうございます。そしてこれすごくわかるんですよね。ベンチの点数は変わらないのになんとなく手応えが違う。でも数字で示せないから気のせいで片付けてきました。その気のせいに実測で答えを出した人が現れました。海外の技術フォーラムレベル1テックスでスールさん E さんという投稿者がモデルの出す確率を全部記録して突き合わせるという力技の検証を連載していて、今海外の掲示板で大きな話題になっています。結論、気のせいだったんですか？気のせいではありませんでした。同じ重みでも動かし方次第で次の1号が最大 50% 入れ替わる。今日はその実測を読み解いていきます。先にこの検証が何をしたのかを一言で、同じモデルをモデル以外の条件だけを変えて動かして次に選ぶ1号がどれだけ変わるかを数えました。モデル以外の条件って例えば何ですか？例えば計算の実装、メモリの節約設定、 GPU の並列数、普段気にせず規定のまま使っている裏方の設定たちです。そして結果がこの板で実装の違いだけで最大 20%、 記憶の圧縮で最大 47%、量子化形式によっては 50%、 次の1号が入れ替わりました。 50% って2語に1つ違う言葉を選んでるってことですか？それはもう別のモデルでは。長文の終盤という条件付きですが、そういうことになります。どこでそれが起きるのか、容疑者を並べましょう。実測で試されたのは重みの量子化、会話の記憶である KV キャッシュの量子化、アテンションの実装、 GPU の並列化設定の4つ。これに運用上の注意としてサンプラー設定が加わります。どれも同じモデルの看板のまま中身の計算や振る舞いを変えます。ダウンロードするときモデル名しか見てませんでした。名前の外側に5個も変数があるんですね。私はこの検証の測定方法に感心しました。ベンチマークの点数比べを卒業して参照基準に選んだ圧縮なしの BF16 でモデルが出す確率の生データ、ロジットを全部記録し、条件を変えた時の出力と1トークンずつ突き合わせます。点数比較だと何がダメなんですか？点数は結果の丸め込みなので途中で起きた小さなズレが見えません。この方式ならどの位置でどの言葉がどっちに変わったかまで特定できます。さらにずれた地点から両方の続きを実際に生成させて実害が出るかまで確かめています。健康診断の数値だけで済ませずレントゲンを1枚ずつ読んでいく感じですね。では実測を見ていきます。1つ目、アテンションの実装、トリトンとフラッシュアテンション。2とフラッシュインファーはどれもアテンションの計算を GPU で早く回すための定番実装で、計算結果は同じになるはずのものです。ただし内部では足し算の順序やまとめ方がそれぞれ違うので、不動小数点の丸め誤差の積もり方が変わります。この3つで同じ BF16 のモデルを動かした比較です。ちょっと待ってください。 BF16 って圧縮なしの素の状態ですよね。98同士の比較ならわかりますけど、無圧縮のモデルで実装の挙動から疑うんですか？本気ですか？本気です。そしてその本気が当たりでした。結果がこのグラフです。最初は完全に一致してるのに後半でどんどん割れていく。88系トークン地点で最大 20% ですか？しかも増え方は不規則で、プロンプトの中身に応じて塊で発生します。数式上はどれも同じアテンションでも不動小数点の計算順序が違うと長い文脈の端で答えが割れてくるんです。2つ目、会話の記憶、 KV キャッシュの圧縮です。グラフの黄色がイント8、赤がイント4。赤は終盤で 47% まで悪化します。赤い線の先に燃えてるゴミ箱の絵があるんですけど、投稿者のユーモアです。原文のままお見せしています。笑い事ではないのは中身で、この実装では終盤に 47% へ達し、その先で道具の呼び出しが失敗しました。面白いのはズレの量より戻れるかが分かれ目だったことです。イント8は2割ずれても作業を最後までやりきった。イント4は長文の終盤で道具の呼び出しに失敗して戻ってこられませんでした。フイラム節約のためにキャッシュをイント4にする設定、割と定番の節約術として紹介されてますよね。短い会話なら平気でも長い作業では別物になると。3つ目が本命、重みの量子化語方式の直接対決です。同じ土俵で BF16 基準からのズレを測ると青のイント8が全域で最小、一方
橙の NVFP4 と紫の AWQ は 88K 地点で 50% に達しました。今度は横転する車が飛んでる。この投稿者グラフで遊びますね。結末を一覧にしました。イント8と FP8 は道具の呼び出しまで成功。AWQ と NVFP4 はズレが積もった先でコマンドが壊れました。大事な注意として、これは長文でツールを呼ぶという一番シビアな土俵での結果で、形式そのものの優劣宣言ではありません。冒頭のコメントの方は980 ビット系でも劣化を感じると言っていました。あれはどうなんでしょう。この実測でのイント8の成績は0というより最小です。ズレは小さくても存在するので、感じ取った違和感自体は実在の現象と矛盾しません。そして8ビット系を選ぶという方針は、この実測でイント8が最安定だった結果と同じ方向です。次のイチゴが変わるが実害になる瞬間も実装で捕まえています。ネットワーク機器の設定作業でインターフェース名の枝番がすり替わる確認コマンドのショーアープが別のコマンド章欄に分ける。ポート番号の5432が 9L で文字列に壊れるのもある。これ設定作業を AI に任せてたら青ざめるやつです。会話なら言い間違いで済むズレが道具を呼ぶ作業では構文エラーや誤設定になります。ローカル AI がツール呼び出しが奇妙に下手と感じていた人はこれが正体かもしれません。極めつけがこの現物です。同じ BF16 同じ実装で GPU の並列数だけ TP1、TP2、TP4 と変えた実装比較 TP2 だけがツール構造を壊しました。1と4は正常で間の2だけダメ。増やすほど悪くなるですらないんですか。そうなんです。 GPU 間の通信で足し算の順序が変わる不動小数点の性質が原因なので、壊れ方に単調な法則がありません。どの実装が悪いという話でもなくて、計算の順序次第で生じ得る数値差なんです。おまけに検閲解除系の改造モデル4種も同じ物差しで測られています。ズレ 1.3% 台の優等生から 5.8% かつ不正な分岐を連発する危険物まで当たり外れの差が数値で出ました。私この改造系はちょっと苦手というかという気持ちがあるんですけど、それはそれとして同じ名前の派生でも壊れ方が数値でこれだけ違うというのは覚えておきたい事実です。使う使わないはそれぞれの判断として測ればわかるが今日の次第ですからね。では今日からできる処方箋です。長文作業の KV キャッシュはイント4を避けて BF16 かイント8。重みはこの比較ではイント8の W8、A16 が最安定。サンプラーはモデルカードの指定値を守る。そして最後が一番大事で、ベンチの点数より自分の実作業で試すこと。手持ちの VRAM に収まる範囲で設定の見直しだけでできる話なのが嬉しいです。あとは鵜呑みにしないで皆さんも自分の環境で調べて確かめてみてください。うちもやります。まとめます。ローカルで使うと難解和感の正体は量子化、キャッシュ、実装、並列化が確率の分布を少しずつ動かし、たった1トークンの入れ替わりが作業を壊すことでした。同じ重みでも動かし方の合計で別のモデルになります。冒頭のコメントの気のせいかもは気のせいじゃありませんでした。そして対策も分かっている。うちも設定見直します。出展のフォーラム投稿は概要欄に置いておきます。実測の生グラフを眺めるだけでも面白いですよ。それでは今日はこの辺で高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。